皆さん、こんにちは。たぬきおやじ流 Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。私は、ご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。今回の動画は、Excel Basic シリーズデータの取得と変換ということで、データの取得と変換の概要についてご紹介しましょう。Let's begin。さあ、始めましょう。Excel の好ましくない使い方。Excel はいろいろなことができるソフトです。それは長所でもありますが、最大の短所でもあります。特に継続し、繰り返され、引き継がれる業務においては、好ましくない Excel の使い方があるんです。それでは、早速、好ましくない Excel の使い方をご紹介しましょう。Excel の好ましくない使い方。まず最初に、アウトプットの表を作ります。次に、アウトプットの表にデータを入力します。さらに、アウトプットの表に計算式を入力します。そうですよね。まさしく表計算ソフトの使い方なんです。これのどこが好ましくないのかって思いますよね。それは、Excel が歴史を持っているからです。Excel も発売されて、すでに30年余り、30年も経つと世の中変わるんですね。時代はビッグデータ、クラウド時代なんです。この時代に、表計算的な使い方は、さすがに時代遅れなんです。その場限りだったらいいんです。ちょっと高級電卓としてなら。でも違うでしょ？業務って継続するんです。そして繰り返され、引き継がれていくんです。そんな継続する業務で、表計算的な使い方では、同じことを何度も繰り返さなければならないんです。だから、RPA なんて言い出すんです。そもそも、Excel の使い方を間違っているんです。RPA なんて言う前に、Excel の正しい使い方を勉強してください。幸いにも、Excel には、表計算以外の機能が満載なんです。Excel の機能を正しく使えば、RPA なんて使わなくても、継続し、繰り返される業務に対応した処理を行うことができるのです。ですから、Excel を使うことをやめる必要はないのです。まず、この表計算的な使い方から卒業しましょう。Excel 脳から DX 脳への第一歩は、アウトプットの表にデータをインプットしない。大切なことなので、もう一度言います。アウトプットの表にデータをインプットしてはいけないんです。Excel の正しい使い方。アウトプットの表にデータを入力するという Excel を使って仕事をする方法から、Excel にデータを与えて Excel に仕事をさせる方法に、Excel を正しく使って Excel に仕事をさせるためには、データの流れを意識することが大切です。それは、入力、処理、出力。皆さんの仕事のやり方そのものです。入力では、データを準備します。皆さんが直接入力するかもしれませんし、他のプロセスからデータを受け取るかもしれません。とにかくデータを準備するんです。あとは、Excel に計算や集計をしてもらうんです。そして、それをアウトプットとしてまとめるんです。2015年までの Excel の正しい使い方。まず、入力フェーズでは、テーブルにデータを入力する。いきなり、アウトプットの表を作るのではなく、まず、データをテーブルに入力するんです。次に、処理、出力フェーズですが、ここでは、ピボットテーブルを使って解決できないか考える。ピボットテーブルで解決できない場合は、他の Excel の機能を駆使して頑張る。ここで大事なことは、ピボットテーブルで間に合う仕事は、
ピボットテーブルで終わらせるということです。なぜなら、それが一番シンプルだからです。この2015年までの Excel の正しい使い方が、なぜ2015年までなのか？それは、2016年に Excel に衝撃的な機能が追加されたからです。この2015年までの Excel の正しい使い方は、一つのブックの中でのお話なんです。ここまでの Excel には、ブック間でデータをやり取りする方法がなくはなかったのですが、業務で効率的に一般的に使える機能ではなかったんです。ですから、入力、処理、出力を一つのブック内で行うのが一般的でした。2016年に Excel に Power Query アドインが提供され、その後、Excel 2016のデータタブに、取得と変換グループが追加され、Power Query for Excel が標準機能として利用可能になりました。このことにより、従来のブック内での完結型処理が基本だった Excel が、ETL 機能を手に入れ、インプットとアウトプットを分離した処理ができるようになり、さらには、インプットを変換し、インプットを組み合わせることが可能となりました。最新版 Excel の正しい使い方。Power Query for Excel の登場により、Excel の使い方は劇的に変化しました。それは、インプットとアウトプットを分離できるということです。さらに、複数のインプットを加工し、組み合わせることも可能になったのです。ちょっと待ってください。さっきからデータの取得と変換とか Power Query for Excel とか、いろいろ出てきて、わけがわかりませんね。まずは、その辺から整理してご紹介しましょう。データの取得と変換。Excel のデータタブに追加された新機能。データの取得と変換についてご紹介しましょう。データの取得と変換。データタブにあるグループの名前、それがデータの取得と変換です。このグループには Power Query for Excel のクエリを編集するのに利用するクエリエディターを起動するためのコマンド群が集められています。エディターを起動するためのコマンド群？また、わけのわからないことを言ってますよね。簡単に言うと、Power Query for Excel というのは、Excel 自体の機能ではないんです。Excel の外にある機能を、ここに並んだコマンド群から呼び出して利用しているのです。ちょっと Excel から離れてしまいますが、知っておいて損はないと思うので、Power Query の本家、Power BI から順を追ってご紹介しましょう。ここでは、Power Query の本家、Power BI から、Power Query for Excel、データの取得と変換の関係についてご紹介しましょう。Power BI は、マイクロソフトが提供するビジネスインテリジェンスサービスの総称です。マイクロソフトのページでは、複数のデータソースから情報に富んだ対話型のデータビジュアル化を作成し、重要なビジネスインサイトを共有して成功へと導きましょう。と Power BI を説明しています。そして、Power BI で複数のデータソースから情報を取得し、加工するのに使われているのが、ETL ツールとか、データプレパレーションツールと言われる Power Query なんです。ですから、皆さんがネットで Power Query と検索すると、Power BI の世界に誘導されることがあるのでご注意ください。マイクロソフトは、Power BI で利用されていた Power Query を、2016年にアドインの形で一部の Excel に提供を開始しました。そして、Excel 2016でデータタブに取得と変換グループが追加され、
パワークエリー for Excel が Excel の標準機能として利用できるようになったのです。つまり、もともと Power BI の機能であったパワークエリーを Excel でも利用できるようにしたのがパワークエリー for Excel というわけです。そして、パワークエリー for Excel を利用するためのコマンドが集められているのが、Excel のデータタブにあるデータの取得と変換というわけです。ちなみに、このグループの名前は、Excel 2016の時点では、取得と変換という名前でした。Excel の日本語表記はいろいろ変わるので、細かいところは気にしない方がいいですよ。パワークエリー for Excel を使用して、Excel ブックなどの一つのデータソースを取得したり、クラウド等に散在する複数のデータベース、フィード、サービスを取得したりできます。データソースには、Web、ファイル、データベース、Azure、そして、アクティブブック内の Excel テーブルもデータソースとして利用が可能です。パワークエリー for Excel を使用すると、独自の1位の変換と組み合わせを使用して、それらのすべてのデータソースをまとめ、それ以外の場合には見られない分析情報を明らかにすることができます。一度取得した後も、データの更新をクリックするだけで、取得後にデータソースに発生した追加、変更、削除を再度取得することが可能です。パワークエリー for Excel には4つのフェーズがあります。1、接続フェーズ。このフェーズでは、クラウド、サービス、またはローカルにある取得したいデータに接続します。2、変換フェーズ。このフェーズでは、ニーズに合わせてデータを形作ります。3、結合フェーズ。このフェーズでは、複数のデータソースからデータモデルを作成し、データを1位に表示します。4、管理フェーズ。このフェーズでは、完成したクエリを保存、複製、参照、またはレポートに使用できます。このフェーズは全体像を表しており、一つのクエリを作るという視点では、1、接続して、2、変換し、4、保存する、というのが、一つのクエリを作る流れです。この手順で、複数のクエリを作成して、3、結合して、4、保存することで、次のステップのクエリを作り、必要があれば、それを繰り返して、必要なデータの形に整えるのが、クエリの作り方です。それでは、各フェーズを順番にご紹介していきましょう。なお、この動画では、Excel 側のデータの取得と変換の部分のご紹介がメインです。変換や結合の実際の手順等、パワークエリー for Excel 側での操作等は、別動画でご紹介予定です。お楽しみに。それでは、早速、接続フェーズからご紹介しましょう。接続フェーズ。パワークエリー for Excel は、様々なデータソースに接続して、データを取得可能です。しかし、データを正しく取得するためには、データソースに対応した正しい接続コネクターを選択する必要があります。その接続コネクターを選択して、パワークエリー for Excel のクエリエディターを起動するためのコマンド群が、データの取得と変換グループに集められているのです。パワークエリー for Excel が、接続可能なデータソースについてご紹介しましょう。接続可能なデータソースは、マイクロソフト365の契約プランによって大きく変化します。それは、企業向けのマイクロソフト365と個人向けのマイクロソフト365では、含まれるサービスが圧倒的に企業向けマイクロソフト365の方が多いからです。
今回は、企業向けのマイクロソフト365、Office 365 E3 プランを基本に、個人契約のパーソナルプランに含まれない部分を図示しておきます。これ以外のプランについては、たぬき親父の手元にないため、確認ができません。マイクロソフトのサイトに、プラン別の対応ソース一覧があったので、概要欄に貼っておきます。そちらをご覧ください。データの取得、ファイルから。リボンのデータタブをクリックすると、リボンの左側にデータの取得と変換グループがあります。その一番左にはデータの取得ボタンがあります。このボタンをクリックしたときに表示される。ファイルからをクリックすると表示されるコマンド群について紹介しましょう。青枠で囲まれたコマンド群は、それぞれのファイルを一つ指定して接続するコマンドです。上の2つは、よく使うコマンドなので、後ほど、もう少し詳しくご紹介しましょう。フォルダーからは、指定したフォルダー内の複数の Excel ブックに含まれるテーブルを結合して、一つのデータとして取得するクエリーを作成します。Excel ブックだけでなく、フォルダー内の CSV ファイルを結合して取得するなども可能です。このコマンドは、データソースへの接続だけでなく、アイテムの結合までを、マウスの数回のクリックで、自動コーディングでクエリーを作成してくれます。後ほど、デモをご覧いただきます。お楽しみに。シェアポイントフォルダーからは、フォルダーからのシェアポイントオンライン版です。フォルダーからと書いてありますが、実際には、シェアポイントオンラインサイトをフォルダーと見立てて、サイト内の複数アイテムを結合するクエリーを作る機能です。ですので、指定するのはフォルダーではなく、シェアポイントオンラインサイトのルートアドレスになります。このコマンドは、パーソナルプランでは表示されません。マイクロソフト365のパーソナルプランには、シェアポイントオンラインが含まれないので、当然のことですね。データの取得、データベースから。各種データベースに接続するコマンド群が並んでいます。たぬき親父の手元にアクセス可能なデータベースがないため、データベースごとの詳細はご紹介できませんが、基本的にデータベースを指定して、アクセスに必要なパラメーターを入力して、接続する方向性だと思います。各自でお試しください。マイクロソフト365パーソナルプランは、こちらだけで、赤枠部分は表示されません。データの取得、Azure から。Azure 系サービスに接続するコマンド群が並んでいます。たぬき親父の手元にアクセス可能なサービスがないため、サービスごとの詳細はご紹介できません。各自でお試しください。マイクロソフト365パーソナルプランは、こちらだけで、赤枠部分は表示されません。データの取得、オンラインサービスから。オンラインサービスへの接続コマンド群です。シェアポイントオンラインリストからは、マイクロソフトリストズへの接続です。マイクロソフトエクスチェンジオンランからは、Outlook 365のメールサーバーへの接続です。自分のメールや予定表データ等が取得できます。マイクロソフト365パーソナルでは、この項目はグレーアウトで利用できません。データの取得、その他のデータソースから。これまで紹介したグループ以外のデータソースに接続するコマンド群です。ここでは、画面の都合上、マイクロソフト365パーソナルの表示画面をメインに表示しています。テーブルまたは範囲からは、アクティブシートのテーブルをデータソースにクエリを作成するコマンドです。ただ、ここを使わなくても、リボンのデータの取得と変換グループに同じコマンドボタンがありますので、そちらを使ってください。このコマンド、
セル範囲を対象にできますが、セル範囲を指定しても、その範囲をテーブル化して接続しますので、結果的には、テーブルをデータソースとして利用することになります。Web からは、Web ページをデータソースにしてクエリーを作成します。このコマンドも、リボンにありますので、そちらを使ってください。昔の外部データ取り込みと違って、ウェブサイト内のテーブルを取得するようになっているので、簡単な指定で、ウェブサイト内のテーブルを取得できます。中間は、省略して、からのクエリは、文字通り、からのクエリを作成します。使い道は、皆さんのアイデアにお任せします。Excel ブックから、Excel の単体ブックをデータソースとして利用する場合の接続方法をご紹介しましょう。データの取得、ファイルから Excel ブックから。このコマンドは、Active Book 以外の Excel ブックに接続するときに利用するコマンドです。SharePoint オンライン上や OneDrive for Business 上の Excel ブックにも、このコマンドで接続できます。このコマンドで Excel ブックに接続すると、ブック内のテーブル、およびシートのデータを取得することができます。拡張子、XLS の Excel97 の2003ブックにも接続可能ですが、不安定な印象があるのと、Excel97 の2003ブックを更新しながら使い続けて、ブックが破損した事例を複数見ています。データを取得するだけならいいですが、保存を繰り返す場合は、最新のファイル形式に保存し直すことをお勧めします。それでは、Excel ブックからをクリックした後の流れをご紹介しましょう。Excel ブックからをクリックすると、データの取り込みダイアログが表示されますので、ここで、接続したい Excel ブックを選択します。ネットワーク上などのダイアログから検索できない場所も、保存場所のアドレスが取得可能であれば、アドレスをコピーして、アドレスバーにペーストして、必ずエンターキーを押してください。対象アドレスのフォルダーを開くことができると思います。また、アドレスにブック名まで含まれている場合は、ファイル名欄にペーストしてみてください。接続したい Excel ブックを指定したら、インポートボタンをクリックしてください。インポートをクリックすると、画面のようなナビゲーターダイアログが表示されます。このダイアログを使って、実際に接続する Excel 内のテーブルかシートを選択することになります。アイコン上部に青い帯が入っているのがテーブルです。帯のないのがシートです。どちらも取得可能ですが、継続して利用するのであれば、まず、元データをテーブル化してから、そのデータを取得するクエリーを作ることを強く推奨します。なぜなら、テーブルのデータを取得する場合は、テーブルの見出しを使って列を識別するからです。運用中に、誰かがデータ内に一列挿入しても、テーブルなら正しいデータを取得できるのです。複数のアイテムの選択にチェックを入れると、ブック内のアイテムリストの前にチェックボックスが表示されます。接続したいアイテムのチェックボックスにチェックを入れると、チェックを入れた数のクエリーが一度に作成され、作成されたクエリーはクエリーエディターで個別に追加編集ができます。同じブックから複数のテーブルに接続したい場合には便利です。フォルダーからのように複数テーブルを結合する機能ではありません。アイテムを選択したら、データの変換をクリックして、パワークエリーエディターを起動して、データを変換できます。パワークエリーエディターでの編集方法等については、別動画で紹介予定です。読み込みボタンもありますが、たぬき親父は、データの変換ボタンの利用をお勧めします。
ファイル選択、深掘り。シェアポイント、オンラインサイト内の Excel ブックを選択して、リンクをコピーで、ブックのアドレスを取得できます。ただ、このアドレス、ブック名の後ろに余計なものがあるので、利用する場合は、Excel の拡張子以降の赤文字部分は、削除したアドレスにしてください。そのアドレスを使って、前のページの手順で、Excel ブックに接続しようとすると、接続できない場合があるようです。そんな時は、Excel の開くコマンドを使ったアドレス取得をお試しください。取得されるアドレスに若干違いがあるのと、この方法なら、フォルダーのアドレスだけを取得でき、シェアポイントオンライン上の Excel ブックに確実に接続できます。次のページで、その手順をご紹介しましょう。Excel のファイル、開くコマンドを利用した、シェアポイントオンライン上の Excel ブックのアドレス取得。Excel のファイルタブをクリックして、開くをクリックします。シェアポイントサイトをクリックします。フォルダーを選択すると押して、対象ブックを表示させます。アドレスバーをクリックします。表示されるメニューから、必ず、アドレスをテキストとしてコピーをクリックします。すると、青文字のようなフォルダーのアドレスが取得できます。このアドレスを使って、Excel ブックからで、Excel に接続してください。ちなみに、サイトのリンクのコピーで取得されるアドレスとの違いは、赤字部分です。テキストまたは CSV から、単体の CSV ファイルをデータソースとして利用する場合の接続方法についてご紹介しましょう。データの取得、ファイルからテキストまたは CSV から。このコマンドは単体のテキストファイルや CSV ファイルに接続するコマンドです。シェアポイントオンライン上や OneDrive、4、ビジネス上の CSV ファイル等にもこのコマンドで接続できます。それでは、コマンドをクリックした後の流れをご紹介しましょう。テキストまたは CSV からをクリックすると、データの取り込みダイアログが表示されます。ここで、接続したいテキストまたは CSV を選択して、インポートボタンをクリックします。インポートをクリックすると、画面のような CSV 確認ダイアログが表示されます。設定可能な3項目について、パワークエリーが対象 CSV を確認して設定するのですが、正しく設定できない場合もあるので、ここで確認して、必要があれば修正をしてください。特に、プレビュー画面に文字化けが確認できる場合には、元のファイルの文字コードの設定が間違っていますので、必ず変更してください。確認が完了したら、データの変換をクリックすることで、クエリーを編集するためのパワークエリーエディターが起動します。パワークエリーエディターの使い方は、別動画でご紹介予定です。たぬき親父の老婆心 CSV をダブルクリックするな。CSV ファイルへの接続をご紹介したので、その前段階での注意事項もご紹介しましょう。それは、CSV をダブルクリックするな。です。Windows をご利用の皆さんは、CSV をダブルクリックすると、対象の CSV ファイルが Excel で開かれます。実は、それが大問題なのです。皆さん、Excel に4/1と入力すると、どうなるかご存知ですか？セルには、今年の4月1日のシリアル値が保存され、日付の表示形式が設定されるんです。他にも、Excel は、入力された値に応じて、
いろいろなおせっかいを焼いてくれるのです。CSV を Excel で開くと、Excel は値を入力した時と同じおせっかいを焼いてくれます。しかし、それは大きなお世話なんです。文字列4/1を日付にされては困るのです。ですから、CSV ファイルをダブルクリックで開いてはいけないのです。ましてや、それを上書き保存して、パワークエリーで利用したりしては、絶対にいけません。CSV ファイルの中身を確認したいのであれば、メモ帳を利用しましょう。メモ帳なら、Excel みたいに変換はしませんので、業務システム等からダウンロードした CSV は、絶対に Excel で開いて、上書き保存しないでくださいね。また、CSV を Excel で開く問題を回避するため、業務システムからシルク形式でデータをダウンロードしている方も多いと思います。しかし、パワークエリーのテキストまたは CSV からでは、シルク形式のファイルは正しく取得できないと思います。必ず CSV 形式でダウンロードしてください。フォルダーから、パワークエリー for Excel 最強機能の登場です。この機能を知るだけで、今日からあなたはパワークエリーの虜です。フォルダーからの機能は、パワークエリーの中でも最強の機能です。なぜなら、対象フォルダーを指定して、マウスで数クリックするだけで、フォルダー内に複数存在する指定した名前のテーブルを取得し、結合して、一つのデータにするクエリーを作成してくれるのです。この機能、説明するよりも、見ていただいた方がわかりやすいので、この後、デモをご覧いただきます。今回のデモは、3つのブックに存在する3つのテーブルを結合して取得します。3つのブックには、TBL サムプル01というテーブルが準備されています。このテーブルの名前を揃えるのが最大のポイントです。名前が違うテーブルを取得することもできますが、手順が複雑になるだけです。最初から同名のテーブルを作りましょう。ブックをコピーすればいいのですから。この機能、シートのデータでも取得できるのですが、テーブルの場合は、見出しで列を判断して、同じ見出しの列を結合してくれます。ですので、今回は、2つ目のブックのテーブルは、列の順番をわざと入れ替えてみました。列1は A で始まり、列2は B で始まり、列3は C で始まるデータを入力してありますが、2つ目のテーブルだけ、列2の後ろの列が E で始まる列5になっています。今回は、1つ目のテーブルの並びを基準にデータを取得しますので、2つ目のテーブルのデータが A、B、C、D、E と並べば成功です。それでは、フォルダーからのデモを始めます。まず、データタブをクリックして、データの取得をクリックします。ファイルからをクリックして、フォルダーからをクリックします。参照ダイアログボックスが表示されるので、取得したいフォルダーを指定します。今回は、フォルダーからというフォルダーを選択して、開くボタンをクリックします。対象フォルダーの内容が表示されるので、データの変換ボタンをクリックします。パワークエリーエディターが起動して、指定したフォルダー内に存在するアイテムの詳細が表示されます。この画面で対象アイテムの絞り込み等を行えるのですが、今回はそのまま、コンテント列の右肩にある下向き矢印が2本書かれたファイルの結合ボタンをクリックします。すると、ファイルの結合ダイアログが表示されるので、今回取得したいテーブルである
TBL サムプル01テーブルを選択し、OK ボタンをクリックします。あとは、パワークエリーのパワーが炸裂して、テーブルを結合するのに、必要な複数のクエリを自動作成して、テーブルを結合したクエリが完成します。今回は、このクエリの結果を確認したいので、シート上にテーブルとして展開するために、クエリエディターのホームタブをクリックして、フロッピーアイコンをクリックしてください。すると、ブックに新規シートが挿入されて、クエリの結果がテーブルとして展開されます。さて、いかがでしょうか？3つのブックに存在した同名のテーブルが、1つのデータとして取得できていると思います。さらに、今回、2つ目のブックのテーブルは、意地悪をして、見出しの順番を入れ替えてあったのですが、列を見出しで判断して、同じ見出しのデータを正しく取得していると思います。これが、パワークエリーの真骨頂、フォルダーからの機能なんです。ワクワクしてきましたか？フォルダーからの機能を使うと、一つのフォルダーに格納されている、同じスキーマを持つ複数のファイルを一つのテーブルに結合できます。フォルダーからを使って取得できるデータソースは、テキスト、CSV、XML のデータテーブル、Excel のワークシート、テーブル、名前付き範囲、アクセスのテーブルとクエリー、そして JSON です。データソースは複雑にしない。結合するすべてのファイルは専用フォルダーに保存します。専用フォルダーにはデータソースのファイル以外のファイルを保存してはいけません。各ファイルには一貫した列ヘッダとデータ型、同じ列数のスキーマが必要です。Excel をデータソースとして利用する場合は、同じフォームの同じ名前のテーブルを利用することを強く推奨します。名前の違うテーブルを取得することも、シートのデータを取得することもできますが、手順が複雑になったり、運用時に問題が発生しやすかったりと、いいことはありません。そもそも、同じ名前のテーブルを取得するクエリならば、指定する抽出条件が、フォルダーアドレスとテーブルの名前だけなので、運用中にテーブルを保存したブックの増減が発生しても、クエリーを修正する必要はなく、更新するだけで、最新のすべてのテーブルデータを取得できるのです。これが、フォルダーからの最大の利点と言ってもいいでしょう。ですから、同じ名前のテーブルを用意してください。それでは、フォルダーからの手順を整理してご紹介しましょう。1、データタブをクリック。2、データの取得をクリック。3、ファイルからをクリック。4、フォルダーからをクリック。フォルダーからは、Excel や CSV など、いろいろなデータソースに接続可能ですが、最初の手順は、このように共通です。フォルダーからをクリックすると、参照ダイアログボックスが表示されます。ここで、接続したいデータソースが保存されたフォルダーを指定します。ナビゲーションウィンドウで表示できないフォルダーの場合は、Excel ブックからでご紹介したように、エクスプローラー等で取得したアドレスを、アドレスバーにペーストして、エンターキーを押して、対象フォルダーを表示してください。フォルダーを正しく指定すると、フォルダー名に対象フォルダーが表示されるので、開くをクリックしてください。参照ダイアログボックスで、開くをクリックすると、フォルダーパス、ダイアログボックスが表示されます。ここには、隠し属性のファイルも表示され、そのファイルも取得対象となりますので、
可能であれば、フォルダーに含めないでください。Excel のテンポラリーファイルのように、移動が不可能なファイルは、この後の Power Query エディターのフィルター機能で除外することも可能です。ここで、対象ファイルの確認を行った後は、複数の選択肢があります。次のページで、Excel ブックをデータソースとして利用する場合の選択肢と、それぞれの選択肢の違いをご紹介しますが、それは、慣れてきてから使ってください。はじめは、基本であるデータの変換をクリックして、Power Query エディターを起動してください。ここまでの手順が、Excel 側の手順で、この後は、Power Query エディターを使って編集を行うことになります。深掘り。ここでは、フォルダパスダイアログボックスの右下のボタンの違いについてご紹介しましょう。結合のデータの結合と変換ボタンをクリックすると、Power Query エディターでのファイル選択のステップがスキップされ、いきなりサンプルファイルダイアログが表示されます。ここで、サンプルファイルと接続するアイテムを選択して、OK ボタンをクリックすると、Power Query エディターが起動して、次のステップを追加、編集できます。ファイルの選択をスキップしているので、選択したアイテムが存在しないファイルにも接続を試みます。接続できないファイルが含まれているとエラーになります。その場合、エラーのあるファイルをスキップするにチェックを入れると、回避できる場合もあります。結合の結合及び読み込みボタンをクリックすると、Power Query エディターでのファイル選択のステップがスキップされ、いきなりサンプルファイルダイアログが表示されます。ここでサンプルファイルと接続するアイテムを選択して、OK ボタンをクリックすると、アクティブブックに新規シートが挿入され、そこにクエリの結果がテーブルとして展開されます。結合の結合及び読み込み先ボタンをクリックすると、Power Query エディターでのファイル選択のステップがスキップされ、いきなりサンプルファイルダイアログが表示されます。ここでサンプルファイルと接続するアイテムを選択して、OK ボタンをクリックすると、データのインポートダイアログが表示されます。ここでインポート先を選択して、OK ボタンを押すことで、指定したインポート先に、クエリの結果がインポートされます。読み込みボタンをクリックすると、対象フォルダー内のコンテント一覧のクエリが作成され、作成されたクエリの結果を、アクティブブックに新規シートを挿入して、テーブルとして展開します。フォルダー内のアイテム一覧です。ご注意ください。読み込み先ボタンをクリックすると、対象フォルダー内のコンテント一覧のクエリが作成され、データのインポートダイアログが表示されます。ここでインポート先を選択して、OK ボタンを押すことで、指定したインポート先に、クエリの結果がインポートされます。フォルダー内のアイテム一覧です。ご注意ください。シェアポイントフォルダーから。フォルダーからのシェアポイント版です。普通のフォルダーからとは、若干手順が違います。それでは、シェアポイントフォルダーからの手順を整理してご紹介しましょう。1、データタブをクリック。2、データの取得をクリック。3、ファイルからをクリック。4、シェアポイントフォルダーからをクリック。シェアポイントフォルダーからをクリックすると、サイト URL ダイアログボックスが表示されます。ここで、
接続したいシェアポイントオンラインサイトのルート URL を指定して OK をクリックします。名前はフォルダーからですが、ここで指定するのは、サイトのトップページの URL です。ヒントマークをマウスでホバーすると、ポップアップが表示されます。シェアポイントフォルダーからは、サイトを一つのフォルダーと見立てて、サイト内のデータソースを取得します。サイト内には、当然いろいろなファイルが存在するので、パワークエリーエディター側で、フィルターを使ってデータソースを絞り込む操作が必須となります。サイト URL を指定して OK をクリックした後に、接続認証のダイアログが表示された場合は、皆さんの環境に応じた認証を行ってください。企業のメールアドレスで Microsoft 365を利用している場合は、Microsoft アカウントを選択して、サインインをクリック、表示されるダイアログでサインインしてください。サインインすると、ダイアログ内の表示が、現在、サインインしています。に変わるので、接続をクリックしてください。認証ダイアログで認証が完了すると、コンテント一覧ダイアログが表示されます。ここでは何もできませんので、基本的には、データの変換ボタンをクリックして、パワークエリーエディターを起動して、クエリにステップを追加します。エディター側では、フィルターを使って、接続アイテムの絞り込みを必ず行ってください。シェアポイントオンラインのリストは、現在は、マイクロソフトリストズという名前で呼ばれています。その実態は、シェアポイントオンライン上に保存されている、リストという名前のデータベースのテーブルというイメージです。パワーアップス4 Microsoft 365で作成可能なキャンパスアプリのデータ保存場所として、利用可能なのがこのリストになります。それでは、シェアポイントオンラインリストからの手順をご紹介しましょう。1、データタブをクリック。2、データの取得をクリック。3、オンラインサービスからをクリック。4、シェアポイントオンラインリストからをクリック。サイト URL ダイアログボックスが表示されます。対象のシェアポイントオンラインサイトのルート URL を入力するか、ペーストしてください。リストの URL ではなく、サイトのルート URL です。OK をクリックします。ナビゲーターダイアログボックスが表示されるので、接続したいリストを選択します。この時、複数のアイテムの選択にチェックを入れて、複数のテーブルを選択することで、選択した分のクエリを一度に作成することが可能です。データの変換をクリックして、パワークエリーエディターを起動して、ステップを追加、編集してください。テーブルまたは範囲から。この動画では、パワークエリー4 Excel と連呼していますが、その理由の一つが、この機能にあります。本家、パワー BI にはない、私たちの強い味方、それがセルであり、セルの上に展開されるテーブルなんです。Excel のパワークエリーだけに許されるこのデータソース。最大限に利用しない手はありません。どんどん使ってくださいね。テーブルまたは範囲から。この機能は Power Query for Excel の独自機能です。Excel 上で作動する Power Query for Excel だからこそ可能な ActiveBook のテーブルをデータソースとして利用する機能です。範囲とはセル範囲のことなのですが、セル範囲を指定しても、その範囲をテーブル化してから接続しますので、セル範囲を直接データソースにすることは、この機能ではできません。この機能を使うと、データ行が1行のテーブルデータをクエリーに読み込み、
パワークエリーエディターでドリルダウンを行うことで、作成したクエリーを他のクエリーのパラメーターとして利用することが可能になります。つまり、シート上で指定した値を使ったパラメータークエリが作成できるということです。詳細は別動画でご紹介します。チャンネル登録してお待ちください。テーブルデータをデータソースに利用する場合は、1、データソースにしたいテーブル内の一つのセルを選択します。2、データタブをクリックし、3、テーブルまたは範囲からをクリックします。すると、パワークエリーエディターが起動するので、エディター側でステップを追加します。接続フェーズでご紹介した方法等を利用して、データソースに接続すると、パワークエリーエディターが起動します。変換フェーズでは、起動したパワークエリーエディターを使って、取得したデータを利用しやすい形に変換する操作を行います。パワークエリーエディターの使い方等の詳細は別動画でご紹介しますので、ここでは変換の考え方や注意事項を簡単にご紹介しましょう。データの変換とは、データ分析の要件を満たすために、何らかの方法でデータを変更することを意味します。例えば、列の削除、データ型の変更、行のフィルター処理を行うことができます。これらの各操作は、データ変換です。パワークエリーでは、これらの操作を、パワークエリーエディターウィンドウで行います。パワークエリー for Excel の場合、このウィンドウが開いていると、Excel の操作が無効になりますので、ご注意ください。パワークエリーエディターのリボンには、マウス操作で実行できる変換操作が多数用意されています。つまり、ユーザーはノーコーディングで変換操作を実行できるわけです。そして、その操作はバックグラウンドでステップとして記録されます。マウス操作では、1回で目的のデータにならない場合が多々あります。しかし、コマンド操作を組み合わせることで、実現できることがほとんどです。コマンドを眺めながら、いろいろな方向からアプローチしてみてください。バックグラウンドで記録されるステップは、パワークエリー M 言語で記述されます。記録されたステップの M 言語は、パワークエリーエディターの数式バーで確認することができます。また、数式バーでは、記述された M 言語を修正することも可能です。パワークエリーエディターから起動できる詳細エディターを利用すると、M 言語を使って独自の手順を記述することも可能です。パワークエリーエディターの使い方。1、ノーコーディング。マウスのコマンド操作でクエリを作成。2、ローコーディング。数式バーを使って1のコードを修正。3、フルコーディング。詳細エディターを使って独自にコードを記述。このように、いろいろな使い方が可能なパワークエリーエディターですが、継続し、繰り返され、引き継がれる業務では、できる限り、1のノーコーディングで対応し、対応できない場合や、定数をパラメーターに置き換える場合などは、2のローコーディングを使用。3のフルコーディングはメンテナンス不要のコードのみ利用すると、できる限り、難しいことは、避けることをお勧めします。1のマウス操作だけでもいいんです。私たちの目的は、パワークエリーのプロになることではありません。業務を効率的に
スムーズに継続することなのです。わかりやすく、引き継ぎやすいことを最優先にすべきです。だからこそ、基礎はしっかり身につけましょう。変換操作は、パワークエリエディターで行います。パワークエリエディターの紹介や操作については、別動画でご紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきます。そちらもご覧ください。結合フェーズ。作成したクエリを組み合わせるフェーズです。結合方法は2種類のみです。その2種類、追加とマージについてご紹介しましょう。Excel ブックに保存された複数のクエリを追加、またはマージすることで複数のクエリを結合できます。追加。クエリを列見出しを使って縦方向に結合するのが追加です。英語ではアペンドです。現在のクエリでは2つ以上のクエリを一度に結合することも可能です。列の順番ではなく、同じ見出しの列を結合することに注目してください。マージ。キー列として指定した列の値が一致する行のデータを横方向に結合します。キー列は複数列を指定できます。クエリー3でキー列を複数指定するときに、順番に番号が表示されるので、クエリー4では、番号に一致する列を順番に指定します。マージをすると、クエリー3の列の最後に、マージしたクエリー4がテーブル列として追加されます。展開ボタンをクリックして、クエリー4の必要な列を選択して、クエリー3に結合できます。マージのキー列は、見出しが一致する必要はありません。選択する順番が大切です。パワークエリエディターからマウス操作で実行できる結合には、次の2つの方法があります。マージや追加を新しいクエリの最初のステップとして実行するクエリの結合。これを実行することで、新しいクエリが作成されます。マイクロソフトのサイトでは、中間クエリと表現しています。既存のクエリのステップとして、マージや追加を実行するインライン結合。この結合では、新しいクエリは作成されず、既存のクエリにステップとして追加されます。次のページで、中間クエリの手順をご紹介しましょう。Excel からマージ。Excel のクエリと接続ウィンドウで、クエリを選択して、右クリックして表示されるコンテキストメニューから、結合をクリックします。結合は、マイクロソフトの日本語変換ミスで、本来はマージです。クリックすると、マージダイアログが表示されるので、マージするクエリを中間の選択ボックスから選択し、上段のクエリでキー列を選択します。複数列を選択すると、選択順の番号が表示されます。下段のクエリでキー列を選択するときは、上段の番号に対応する順番で列を選択してください。選択した順番に番号が表示されます。OK をクリックするとパワークエリエディターが起動して、新規のクエリが作成され、次のステップを追加できます。Excel から追加。Excel のクエリと接続ウィンドウで、クエリを選択して、右クリックして表示されるコンテキストメニューから、追加をクリックします。クリックすると、追加ダイアログが表示されるので、一つのクエリを追加する場合は、そのまま、二つ目のクエリを選択します。二つ以上のクエリを追加する場合は、三つ以上のテーブルを選択して、追加したいクエリを追加するテーブルに移動してください。OK をクリックすると、パワークエリエディターが起動して、新規のクエリが作成され、次のステップを追加できます。
結合フェーズはデータモデリング。ここでは、データモデリングについて、簡単にご紹介しましょう。皆さんが業務で手にするデータは、ほとんどの場合、データ分析用の形になっていない。データ分析をするためには、データを分析用に加工したり、整形しなければならない。つまり、データモデリングをする必要があるんです。分析の基本概念。物事は、見る角度によって、その見え方が違う。事実、ファクトの全体像を把握するためには、様々な次元、ディメンションから検証する必要がある。ディメンショナルモデリングとは？ラルフ・キンボール氏によって理論化されたデータ分析のためのモデリング手法。ファクトテーブルを中心に、ディメンションテーブルを周囲に配置する。スタースキーマを基本とする。ファクトテーブルとディメンションテーブル。スタースキーマを作成するためには、データを分析対象となるファクトテーブルと、分析の断面、切り口となるディメンションテーブルに適切に分けることが重要となります。ここで、たぬき親父が言いたいことは、インプットデータのテーブルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルの2種類のテーブルがあって、ファクトテーブルとは、出来事や状態を記録したデータ。ディメンションテーブルとは、物事を定義したデータであり、これからの Excel の正しい使い方においても、これらを適切に分けて管理することが大切だ、ということです。そして、これらのテーブルを利用するとき、分析に適したデータを作成するためにデータモデリングをする機能の一つ。それが、この結合機能なのです。ここまで、データモデリングの話を聞いて、皆さんあることに気がついたと思います。そうなんです。私たち Excel ユーザーは、これまで、ファクトデータを使って仕事をしてきたんです。データを紐付ける適切な機能がなかったので、当たり前といえば当たり前なのですが、しかし、Power Query for Excel が利用できるようになったので、これからは、ディメンションテーブルが重要になってくるんです。皆さんの会社の中には、いろいろなマスターデータがあると思います。セキュリティの問題もあるので、一概には言えませんが、皆さんの会社のいろいろなマスターデータは、テーブル化されて公開されていますか？最新版にメンテナンスされていますか？これからの時代、CSV をダウンロードして、なんて時代ではないんです。Excel が直接マスターテーブルにアクセスして、最新のマスターを取得する時代なんです。マスターテーブルが最新版に管理され、適切なセキュリティのもと、利用できるようになっていること。これは、これからの企業の基礎体力と言われています。Excel の正しい使い方も、この方向に向かうのは、ごく自然な流れです。管理フェーズ。クエリーを作成したら、ブックに保存します。保存したクエリーは、複製や参照など再利用できたり、クエリーの一覧をフォルダーに分けて、階層管理したりできます。そのようなクエリーの管理について、ご紹介しましょう。クエリーの保存場所。Power Query Editor で作成したクエリーは、クエリーを作成したブックに保存されます。ブックに保存されたクエリーを確認するには、リボンのデータタブを選択して、クエリと接続グループにある、クエリと接続をクリックすると、画面右側に、クエリと接続ウィンドウが表示され、アクティブブックに保存されたクエリーの一覧を確認できます。クエリーと接続。クエリを作成すると、接続情報がバックグラウンドで作成されます。
クエリの役割は、データを整形することです。接続情報の役割は、データソース情報を維持し、頻度などの更新設定に従ってデータを更新することです。ブックに保存された接続情報を確認するには、データタブのデータの取得と変換グループにある既存の接続をクリックします。すると、既存の接続ダイアログが表示され、接続タブでブック内の接続を確認できます。クエリーと接続ウィンドウに表示されたクエリーと、既存の接続の接続が一対になっているのがわかると思います。クエリーの保存。パワークエリーエディターで作成したクエリーを保存するには、パワークエリーエディターのホームタブの左端にある、閉じて読み込むボタンを使います。ただし、このボタン、上部のフロッピーアイコンの部分と、閉じて読み込むの文字の部分の2段に分かれています。文字の部分をクリックすると、閉じて読み込むコマンドと、閉じて次に読み込むコマンドが表示されます。閉じて読み込むコマンドは、フロッピーアイコンと同じコマンドなので、クエリーの保存の方法は、1、閉じて読み込むと、2、閉じて次に読み込むの、2種類があります。さらに、2の閉じて次に読み込むは、クエリーを新規に作成した時だけ選択可能で、クエリーの編集時には選択できません。また、1の閉じて読み込むは、クエリーの新規作成時には、クエリーを保存した上で、ブックに新規シートを挿入して、そのシートに、クエリーの結果をテーブルとしてインポートします。しかし、クエリーの編集時には、クエリーを上書き保存して、その時点のインポート方法は変更しません。ちょっと、ややこしいですが、クエリーを新規に作成したときは、閉じて次に読み込むで、データのインポートダイアログを表示して、インポート方法を、接続の作成のみに変更して、OK をクリックして保存する、と覚えてください。編集時は、フロッピーアイコンをクリックで、OK です。間違えても、Excel 側で、データのインポートダイアログを表示して修正可能です。また、1の新規作成時の作動は、クエリーオプションで変更可能です。データのインポートダイアログで選択できる、インポート方法について、ご紹介しましょう。一つ目は、テーブルです。テーブルを選択した場合、ダイアログ中断のデータを返す先で、既存のワークシートのセル番地を指定するか、新規のワークシートかを選択できます。この機能で作成したテーブルから、ピボットテーブルを作ってはいけません。なぜなら、ピボットテーブルを更新しても、そのデータソースであるクエリーの結果のテーブルは更新しないからです。クエリーの結果からピボットテーブルやピボットグラフを作る際には、ダイアログの選択肢から作成するか、ピボットテーブルのデータソースとして接続専用クエリーを指定してください。二つ目は、ピボットテーブルです。クエリーの結果をデータソースとしてピボットテーブルを作る際に利用します。このコマンドも、ピボットテーブルを作成する場所を、既存シートか新規シートか選択できます。三つ目はピボットグラフです。このコマンドを使って、ピボットグラフのみを作りたい場合には、必ず、ダイアログ下段の、このデータをデータモデルに追加するに、チェックを入れてください。チェックを入れないと、ピボットテーブルとピボットグラフのセットが作成されます。ピボットグラフの作成場所は、ピボットテーブルと同じように選択可能です。4つ目は、接続の作成のみです。このコマンドは、クエリーと接続情報だけをブックに保存して、クエリーの結果をインポートしません。クエリーは複数作成して、結合します。
この段階のクエリは、すべてこの接続の作成のみを使って、接続専用クエリーを作成してください。接続専用クエリーも、参照しているクエリーが更新されるときに、連動して更新されます。インポート方法とブックサイズの関係は、このようになっています。接続の作成のみでは、M 言語で書かれたクエリーと接続情報だけなので、ブックサイズにほとんど変化はありません。ピボットテーブルやピボットグラフでは、データモデルを利用した方が、ブックサイズが若干小さくなります。テーブルは、クエリーの結果をテーブルとして取得するので、データ量に応じて、ブックサイズは巨大化します。このことからも、クエリーの結果は、基本的には、シートにテーブルとして返すべきではありません。必要最低限に留めましょう。クエリの管理用コマンドについて、ご紹介しましょう。クエリ管理用のコマンドは、Excel のクエリと接続ウィンドウのクエリタブに表示された、クエリの一覧からクエリを選択して、右クリックで表示されるコンテキストメニュー、または、パワークエリエディターのクエリウィンドウに表示された、クエリーを選択して、右クリックして表示されるコンテキストメニューから利用が可能です。次に各コマンドについてご紹介しましょう。コピー、貼り付けコマンド。クエリをアクティブブック以外のブックにコピー&ペーストします。一つのクエリをコピー&ペーストすると、そのクエリの更新に必要なクエリもコピー&ペーストされます。図の例では、アクティブブックでフォルダーからのクエリをコピーして、新規ブックのクエリと接続ウィンドウのクエリタブで、右クリックしてコンテキストメニューから貼り付けを選択すると、フォルダーからのクエリと同時に関連する2つのクエリもコピー&ペーストされます。アクティブブック内に貼り付けることも可能ですが、同じクエリを複製したいのであれば、コンテキストメニューの中段にある複製コマンドを使ってください。複製コマンドでは関連するクエリは複製されません。管理用コマンドを順にご紹介しましょう。編集コマンドは対象クエリをパワークエリエディターで開いて編集するコマンドです。しかし、クエリをダブルクリックした方が早いので、ダブルクリックをお勧めします。削除コマンドは、クエリを削除するコマンドです。対象クエリを参照しているクエリがあると、警告ダイアログが表示され削除できません。名前の変更コマンドは、対象クエリの名前を変更するコマンドです。クエリの名前は、パワークエリエディター内でも変更可能です。読み込み先は、データのインポートダイアログを表示するコマンドです。パワークエリエディターでは、クエリを新規に作成するときのみ、データのインポートダイアログを表示でき、編集時にはインポート方法を変更することはできません。新規作成後にインポート方法を変更したいときは、このコマンドでデータのインポートダイアログを表示して変更します。接続専用クエリーを作るつもりで、間違えてテーブルにインポートした場合も、このコマンドで接続の作成のみに変更します。その時、シート上のテーブルを削除するため、データ損失の可能性ダイアログが表示されます。OK をクリックしてテーブルを削除してください。また、テーブルを削除したシートも削除することをお勧めします。シートはいくらでも追加できます。一度使ったシートは見えないゴミだらけです。再利用はやめましょう。複製は、クエリーのコピーをアクティブブックに作成します。最初に紹介したコピーとの違いは、
アクティブブックにしかコピーできないことと、コピー元のクエリーに参照しているクエリー等がある場合でも、指定したクエリー以外は複製しないことです。一般的なコピーは、こちらの複製を使います。元のクエリーを変更しても、新しくコピーしたクエリーは影響を受けません。参照は、元のクエリの出力を参照する、新しいクエリを作成します。元のクエリを変更した場合、出力が変化すると、新しいクエリも影響を受けます。参照して作成したクエリを更新すると、参照元のクエリも連動して更新されます。クエリのモジュール化には必須のコマンドです。クエリのステップは長くならないように心がけ、長くなるときは、一旦クエリを保存して、そのクエリを参照する形で、次のステップを追加するようにしましょう。メニューでは、結合と表示されていますが、アイコンから想像するに、日本語の修正ミスと思われます。正しくは、マージです。マージと追加に関しては、結合フェーズでご紹介していますので、割愛します。ここのコマンドから、マージ、追加を実行すると、インライン結合ではなく、データ結合をデータソースとした新しいクエリが作成されます。接続ファイルのエクスポートは、クエリを ODC 接続ファイルとして保存します。ODC ファイルには、クエリ定義、データソース接続情報及びすべての変換手順が含まれています。他のユーザーやブックとクエリを共有する場合に便利です。グループへ移動は、一覧内のグループにクエリを移動するか、グループがない場合は、新しいグループを作成して移動します。予算やマーケティングなど、わかりやすい名前を付けます。グループを使用して、多くのクエリをカテゴリに整理します。グループ内にグループを作成することもできます。上へ移動は、クエリの一覧内で、クエリを上に移動します。下に移動は、クエリの一覧内で、クエリを下に移動します。プレビューの表示は、データプレビューとその他の有用な情報を含む、クエリーポップアップを表示します。このポップアップは、クエリーと接続ウィンドウのクエリを、マウスでホバーしても表示されます。プロパティは、クエリープロパティダイアログを表示します。このダイアログでは、クエリーとそのデータソース接続情報を管理します。説明欄に入力したテキストは、プレビューウィンドウのクエリの名前の下に表示されます。この説明欄に、説明を入力することをお勧めします。クエリープロパティダイアログでは、更新に関する設定も可能です。バックグラウンドで更新するは、バックグラウンドでクエリを更新するので、クエリ更新中でも Excel が操作できます。このチェックが、オンのクエリをマクロで更新する際には、リフレッシュコマンドのバックグラウンドクエリ引数をフォルスに指定することを忘れないでください。定期的に更新するは、指定した間隔でクエリを自動更新します。当然、ブックを開いている必要があります。ファイルを開くときにデータを更新するは、ブックを開いたときにデータを自動更新します。初めてブックを開いたときは、警告が表示されますが、2回目以降は、そのまま更新されます。すべての更新で、この接続を更新するは、リボンのすべて更新をクリックしたときに、このクエリを更新します。更新する必要がないクエリは、このチェックは外しておきましょう。ここでは、データタブ、データの取得をクリックして表示される、クエリーオプションについて、
ご紹介しましょう。データタブ、データの取得、クエリオプションをクリックすると、クエリのオプションダイアログが表示されます。ここでは、クエリのいろいろな設定が行えます。いくつかご紹介しましょう。パワークエリエディタータブをクリックすると、レイアウトグループに数式バーの表示という項目があります。数式バーの表示にチェックが入っていない場合は、ぜひチェックを入れてください。Excel でおなじみの数式バーがパワークエリエディターにも表示されます。地域の設定タブをクリックすると、クエリステップの項目があります。ここで、常に英語を選択することで、パワークエリエディターで生成されるステップの名前を英語化できます。私は、マイクロソフトの日本語力を信用していないので、英語化をお勧めします。そもそも、ここに、常に英語があること自体が怪しいでしょ？最後に、パワー BI のパワークエリーと、Excel のパワークエリー4 Excel の違いについてご紹介しましょう。パワークエリーとパワークエリー4 Excel の違い。それは、Excel であること。そこには、テーブルがあり、ピボットテーブルがある。さらには、Excel の様々な機能もある。そこに、データに接続し、データを変換し、データを結合する。パワークエリーが加わるということ。私たち、Excel ユーザーは、そのすべてを自由に組み合わせて使えるのです。皆さん、ワクワクしてきませんか？大切なお知らせ。パワークエリー for Excel は、データを取得するツールです。パワークエリー for Excel でデータソースを書き換えることはできません。皆さん、安心して、パワークエリー for Excel で試行錯誤を楽しんでください。パワークエリー for Excel は、皆さんのアイデア次第で、いろいろなことを実現してくれるワクワクがいっぱいです。たぬきおやじ流。Excel の正しい使い方チャンネルでは、継続する業務での Excel の正しい使い方を発信しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また、動画に対するコメントもお待ちしています。さあ、始めよう。